チャンネルでは英語と韓国語を分かりやすくレッスンしていきます。また初級から上級まで全て網羅してますので、チャンネル登録をして英語と韓国語をマスターしましょう。それでは本日はハングルの第2回目のレッスン、パッチム編です。前回の復習になりますが、ハングルはこの4つの構成から成り立っています。1つ目が母音・子音、2つ目が今日習うパッチム、3つ目が連音化、そして最後の4つ目が合成母音となっています。まだ1つ目の母音・子音編を見てない方はそちらを見てからパッチム編に臨みましょう。それではパッチム編スタートです。パッチムは多くの人が挫折してしまうハングルの第一関門です。では何が難しいのか。それは母音・子音編で勉強した子音が原因なんですよ。子音の数を覚えてますか？そう、子音は合計14個ありましたよね。その子音は実は別の場所にも置くことができるんですよ。文字は同じでも置く場所が変わることでパッチムという名前に変わります。もう少し詳しく見ていきましょう。前回のレッスンのおさらいで、ハングルは母音10個、子音14個の合計24個から成り立ってましたよね。実はこの14個の子音は今日習うパッチムの部屋にも置くことができるんですよ。図にあるように子音をパッチムの部屋に持っていくことで、もともとは子音という名前だったものがパッチムという名前に変わるんですよ。でも新しい文字が増えたわけではないので難しく考える必要はないですよ。ではもう少しパッチムに親しみやすくなるように説明していきます。パッチムという本来の意味は敷物です。ですので、例えば敷物を考えてみてください。鍋は韓国語で냄비、敷物はパッチムでしたよね。すなわち鍋敷は韓国語で냄비パッチムと言います。他にも下敷きを見ていきましょう。本は韓国語でチェ、敷物はパッチムですよね。ですのでノートなど本の下に置く下敷きはチェックパッチムとなります。少し分かってきましたよね。パッチムっていうのは下に置くもんやねんなーってのがイメージできますよね。パッチムはこれに由来して文字の構造を見たときには必ず下の位置に来ます。ではさらに詳しくパッチムの構造を見ていきましょう。ハングルは図1、2、3にあるように母音・子音を置いていきます。1番、2番などの母音・子音はすでに勉強済みですよね。その母音・子音の下に子音をさらに置くことでパッチムになってくれます。また3番のような形のハングルもあるんですが、それは合成母音編で詳しく見ていきます。ですが3番目の文字でも子音をパッチムの部屋に入れてあげることで同じようにパッチムとなります。この図を見てわかるようにパッチムは必ず文字の下に来るということがわかります。では実際に読んでみましょう。このハングルを見てください。皆さんは母音と子音はすでに読めるので、このハングルがあということはわかりますよね。その文字の下に N のパッチムが入ることであプラス N でアンと読んでいきます。このようなイメージでパッチムを読んでいけば難しくないですよ。でもここで気づいた人がいるんじゃないですか？そう、子音は14個あったんですよね。すなわちパッチムは14個あるということです。もちろんそのパッチム14個にはそれぞれ独自の音を持ってます。じゃあその14個の音を全部覚えるの？無理ってなるんですよね。ですのでこのレッスンでは半分の7個に分類して説明していきますので、頑張って7個だけ覚えてください。まあ14個よりはマシですよね。ではその7個にまとめた表を見ていきましょう。この表も後で使えるので動画を一時停止などしてノートなどに書き写してみてくださいね。それでは
1番のパッチムから見ていきましょう。このパッチムの音は3種類あります。子音では KG の音、K の音、そして KK の音で勉強しましたよね。でもこれらの文字がパッチムの部屋に来た場合どう読むのか。それはクと読みます。ってなりますよね。そうです。日本語にはパッチムという概念がないので理解するのに時間がかかります。ですが練習していくと徐々にできるようになりますので安心してくださいね。ではさらにこのパッチムを読む時の口の形を見ていきましょう。このクの音は口が少し開いて舌が喉の奥に移動しています。では日本語を使い具体的に見ていきましょう。例えば学校です。この学校のこの発音をする直前で音を止めてみてください。そうするとがとなりますよね。そのって音が1番目のパッチムなんですよ。難しいですよね。でも大丈夫です。後で練習していきますので今はへーそうなんやって感じで大丈夫ですよ。さらに深く説明していくと子音としては図にあるようにそれぞれ違う音を持ってたんですよね。ですがこの3つの子音はパッチムに変わることで全く同じ音になるんですよ。また難しいですよね。嫌でしょ？それが初心者や独学の人を挫折させるポイントなんですよ。ですがこのレッスンを見たら絶対に理解できるようになります。何度も動画を見直して理解していきましょう。では実際にハングル読んでみましょう。この左のハングルはどう読みますか？ P たす A たすくのパッチムなんでパッと読みます。右側のハングルも P たす A たすくなんでパッ P たす A たすくなんでパッと読みます。まとめてみると子音としては音は違ったのにパッチムになると同じ音になるということです。じゃあここでよく質問されるのが同じ音ならどうやって意味を理解するのって質問です。それは前後の文脈で判断します。無理じゃないと思いますよね。大丈夫。皆さんも自然と日本語でやってますよ。例えばパク선생님、パク先生、他にもパク大統領などもそうですよね。パクの後ろに先生や大統領などがつくことでこのパクは名前のパクやねんなってことがわかりますよね。では日本語でも見ていきましょう。雲と雲はどうですか？皆さんは日本語を話していて相手がどっちの雲の話をしてるのかなって迷ったことありますか？ないですよね。それと同じように韓国人も文脈で意味を捉えてますので間違えることがないんですよ。では次のパッチムに行ってみましょう。次は2番、3番、4番のパッチムをまとめてみていきます。これも子音として見ると N の音、M の音、無音の音でしたよね。それがパッチムになるとどうなるのか。それは日本語で言うんの音になります。すなわちハングルには図にあるようにんの音が3つ存在することになります。また難しいなって思いますよね。最初にも伝えたようにパッチムはくせ者です。簡単には理解させてくれないんですが韓国語を話したい人には必ず必要なスキルですのでこの動画を使って乗り切りましょう。では2番のパッチムから終わらせていきましょう。この N のんの音を日本語で見てみると例えば心斎橋と言ってみてください。その時のんの音が2番のパッチムの音なんです。口の形で見てみると口が少し開いて舌が前歯の裏に来てるのが分かりますよね。日本人からすると一番出しやすいんの音となります。では次に3番のパッチムです。この M のんの音も日本語で見ていきましょう。例えば難波
と言ってみてください。この時のんの口はどうなってますか？そう、口が完全に閉じてますよね。ここでわかるように2番と3番のんの音は実は違う音なんですよ。まだわかりづらい人のためにローマ字で見ていきましょう。心斎橋駅と難波駅を想像してみてください。そうするとこんな表記がありますよね。心斎橋駅の方のんのローマ字は N と表記され、難波駅の方は M で表記されてますよね。そう、皆さんも自然とこの音を使い分けしてるんですよ。少しは理解できたんじゃないでしょうか。では4番目のパッチムに行きましょう。このパッチムも日本語ではんの音ですが、実際の韓国語ではどうなっているのか見ていきます。この音は実は日本語にもあるんですが、かなり難しい発音となってます。この音は子音としては無音でしたよね。パッチムになると NG のんの音になると覚えてくれれば大丈夫です。これは口を開けたまま鼻から出すの音です。難しいので日本語で見てみると、電話の時のんの音です。この時の口の形を見てみると、口が開いて鼻からの音が出てますよね。少し鼻に振動があるのがわかると思います。この音は日本人が一番苦労する音ですので、何度も練習してマスターしましょう。では2番、3番、4番を簡単にまとめておきましょう。2番は口が少し開いて舌が前歯の裏に来るの音。3番は口が完全に閉じるの音。そして4番は鼻から出るの音と理解しておきましょう。パッチンもあと少しで終わりです。もう少しだけ頑張りましょう。次は5番のパッチムです。これも子音として見たら図にあるように音に違いがありましたよね。ですがパッチムになると同じプの音になります。そうです。1番習ったパッチムと同じイメージですね。子音としては音が違ってもパッチムになると同じ音の仲間になります。ではこれも日本語を使って音を確認していきましょう。例えばあっぱれと言ってみてください。ではあっぱれのパを言う手前で音を止めてみます。その時あ、こんな音になりますよね。実際はこのプの音は出ませんが、プの音を出すイメージで発音していきます。口の形も見てみると、この音は口が完全に閉じてますよね。そう、3番のパッチムと同じ口の形になってるはずですよ。では2つだけ読む練習をしていきましょう。左の口の方からイたすプの音でイ、右のハの方はイたすプの音でイとなります。同じ音ですが1番のパッチムで習ったように意味は前後の文脈から判断していけると理解しておけば問題ないでしょう。次に6番のパッチムに行きましょう。これは簡単です。子音として見ると R や L として読んでいましたが、パッチムになると小さいルと覚えてくれれば大丈夫です。これも2つだけ読む練習をしておきましょう。ではこのハングルはどう読みますか？そうですね。いたするなんでいると読みますよね。2つ目は S たす U たするなんですると読めるはずですね。簡単でしょ？では最後の7番のパッチムに行きましょう。これで最後ですので安心してください。これも分かりやすく説明していきます。めっちゃ多いやんってなりますよね。子音で見ると多すぎて無理ですよね。
覚えなくて大丈夫です。先ほど分かりやすく説明するって言いましたよね。最後ですので私を信じて頑張ってください。ではこの7番のパッチムはどんな音を持っているのか。簡単です。すべて小さいつと覚えれば大丈夫です。では最後に7番のパッチムを読んで終わりにしましょう。左からはたすつでは、そして右がはたすつではとなります。実はこの7番のパッチムはさらに勉強を進めていくと不規則に音が変わるルールがありますが、今は小さいつと覚えれば大丈夫です。皆さんお疲れ様でした。これでパッチムの説明は終わりです。意外に簡単だったでしょ。でもさすがに1回でマスターできる人はいないので、何度か動画を振り返って勉強してみましょう。もちろんこのまま動画を終了してくれても大丈夫ですが、もう少し練習したい人は最後にパッチムの1から7を2つずつ練習していきますので、読んでみたい人はあと少しだけ頑張ってみてください。それでは行ってみましょう。まずは1番のパッチムです。発音のイメージはクって音でしたよね。ではパクはパたすクでパク、やたすくでや。2番目のパッチムいきましょう。これは口が少し開いて舌が前歯の裏に来るようにします。では山はさたす N でさん、そたす N でそん。次に3番のパッチムです。これは口を閉じたんの音でしたよね。ではのりはどう読みますか。きたす M でキム。次にキムチはきたす M たすチでキムチ。日本語ではキムチは3文字ですが、韓国語ではキムチの2文字になりますよ。次に4番のパッチムです。これは口を開けたまま鼻から出すんの音でしたよね。では食堂はどう読みますか。したすくたすたたす NG で食堂。次にお兄さんいきましょう。ひょうたす NG となりますのでひょんとなります。次に5番のパッチムです。これは口を閉じてプの音を出そうとするイメージでしたよね。じゃあご飯はどうですか。パたすプでパ。次にイたすプでイでしたよね。6番のパッチムです。これは小さいルの音でしたよね。ではソウルはソたすウたすルでソウル。日本はイたすルたすボたす N でイルボンとなりますよね。では最後の7番に行ってみましょう。7番のパッチムは小さいつと覚えれば大丈夫です。では服はおたすつでお。味はまたすつでまとなります。どうですか。ちゃんと読めましたか。パッチムはなかなかボリュームのある場所ですので、1回で理解できない箇所もあると思います。ですので何度も動画を見直してぜひマスターしてみてください。ハングルの3回目のレッスンの連音化です。連音化は複雑な内容ですが、分かれば楽しいパートになりますので、今回のパッチム編をマスターして連音化のレッスンでお会いしましょう。